勢は静まり、ライバルたちはそれぞれ新しい道へ進んでいく。だが一人だけレースを終わらさなかった男がいた。相葉俊MFG で見せた冷静な状況判断、タイヤを最後まで生かす繊細なアクセルワーク、そしてプレッシャーの中でも乱れない精神力。その走りは一人のメーカー関係者の目に留まっていた。一度未来の車を走らせてみないか。日産から届いた一本の連絡。正式なレーシングドライバーではない、開発を支えるテストドライバーとしてのオファーだった。相葉俊仮が託されたマシンは GTR の未来像とも言われる究極のコンセプトカー。日産コンセプト2020ビジョングランツーリスモ。デジタル空間だからこそ実現できた日産デザインチームの夢。そのデザインはロンドンの日産デザイン、ヨーロッパの若手デザイナーが描き、日本の技術人がシミュレーションを重ねて完成させた未来の GT カーである。ビジョングランツーリスモプロジェクトの一台として誕生し、 GTR の思想を次世代へ進化させる提案として開発された。4WD システム、強力なダウンフォース、レーシングソフトタイヤ、そして 745pp を超える圧倒的な性能。しかし速いだけではこのマシンは扱えない。限界域では空力と駆動力が絶えず変化し、ほんの数センチのラインの違いがタイムを左右する。日産が見たかったのはラップタイムではない、未来の GT カーを人はどこまで操れるのか、その答えだった。舞台はニュルブルクリンク GP、5 周で争われるビジョングランツーリスモトロフィー。ライバルはジェネシス、 BMW、 アルピーノ、インフィニティ、ジャガー。世界中のメーカーが描いた未来が一つのサーキットに集結する。スタート、静かに加速する VGT。 相葉俊仮は序盤から無理に飛び出さない。タイヤを守る、ブレーキ温度を整える。マシンの挙動を一周ごとに身体へ刻み込んでいく。2周目、ファステストラップ。未来のマシンがようやく牙を剥く。高速コーナーでは吸い付くように旋回し、立ち上がりでは 4WD が一気に路面へ力を伝える。異常な数字が映し出されていた。現在6位、トップとの差は約15秒。さらに目の前を走る5位のマシンまで約6秒。普通ならこの差を残り3周でひっくり返すのは不可能と言われる。だが相葉俊仮は違った。ここまでは予定通りタイヤを温存し、燃費を管理し、マシンの挙動を最後まで維持する。それが
この5周レースで組み立てた戦略だった。日産コンセプト 220VGT はタイヤが生きている終盤ほど本来の性能を発揮する。一方、前を走るライバルたちは序盤のハイペースでレーシングソフトタイヤを酷使していた。ここから先は愛馬の時間だった。1コーナーを立ち上がるたびに 4WD が強烈なトラクションを路面へ伝える。高速コーナーでは空力が車体を押さえつけ、アクセルを戻す時間を最小限に抑える。毎セクターごとに前との差を削っていく。まだ順位は6位。レースは4周目へ突入。3周目の猛追で流れは完全に変わっていた。現在4位、そして3位との差はわずか2秒弱。2周前にはトップまで15秒以上、さらに5位まで6秒も離されていたことを考えれば驚異的な追い上げだった。相場春仮はまだ焦らない。日産コンセプト 20220VGT のタイヤはライバルよりも明らかにグリップを残している。序盤に無理をしなかった戦略がここで大きな武器となった。高速コーナーでは空力性能を最大限に生かし、一切無駄のないラインで駆け抜ける。立ち上がりでは 4WD システムが路面を力強く蹴る。わずかな加速差を積み重ねていく。最後の1周、相場春驚異的な追い上げを見せ、現在2位、そしてトップとの差は4秒弱。2周目終了時には15秒以上あった差。誰も予想しなかった逆転劇はいよいよ最終章を迎える。前を走るのはこのレースを支配してきたトップマシンだが、その背中は確実に近づいていた。日産コンセプト 2020VGT は終盤になってもタイヤのグリップを維持し、高速コーナーでは圧倒的な安定感を発揮する。
相場瞬仮は限界までブレーキングを遅らせる。わずかにノーズをねじ込むようにインへ飛び込む。アクセルを一気に踏み込む。4WD システムが強烈なトラクションを路面へ伝え、鋭い加速でライバルを置き去りにする。そのままチェッカーフラッグまでアクセルを緩めることなく駆け抜けた。15秒差を覆した執念の逆転劇。その勝負はまさに最後のブレーキングで決した。最後までご視聴ありがとうございました。サカモン33でした。